どうもともそやです。前回動画はブラジルにあるビッグシティサンパウロ3日間でどれだけ回れるこの広い大都会をバランスよく見せる動画。今回はカーニバルでおなじみのこれまたブラジルの大観光都市リオデジャネイロセントロ中心部を1日でどれだけ回れるのか、治安面、グルメ、街や宿の雰囲気を細かく紹介。現在ねリオデジャネイロにいるんですけど、サンパウロからね走ってきました。おっぱボンズや冗談です。まあでもね心はね走ってますよ。いつも相変わらずサンパウロからリオデジャネイロもヒッチハイクで来たんですよ。なかなかおらんすよね。あんな凶悪な都市サンパウロから凶悪な都市リオデジャネイロにヒッチハイクで来るって怖かったっす。2回寝たんすよ。野宿したんすよ。テント張ってなかなか怖かったですね。まあねそれなりにねまあいい経験になりましただってね朝ごはんだけじゃなくて昼ごはんとかフルーツとかもトラックのうんちゃんからおごってもらったし、本当に0円で来れましたわ。サンパウロからここまで。まあそんな感じでリオデジャネイロの旅が始まります。でそれにしてもねサンパウロ同様やっぱ危険なんであんまりね堂々とね撮影できないですわ。ちなみにこんな感じの雰囲気ですね。僕が泊まってる宿の近くは救急車とかも多いし、なんかいろいろ事件とかあるんかな。ちなみに宿ね今日朝起きたら警察来たんですよ。なんかあったら言えよみたいな感じで、なんかあったら言えよ言われてもお前がいつもどこにおるかわからんし言えんやろとかも言いながら、まあとりあえず警察来てなんか心配してくれましたわ。大丈夫かみたいな。ポルトガル語のリオデジャネイロはリオが川、ジャネイロが1月、デが女子、1月の川って意味ですね日本語でリオデジャネイロ。そんなこんなでとりあえずねまず初めはおしゃれなね階段があるって聞いたんで、おしゃれな階段見に行きますわ。人が写ってない写真を撮るためにはなんか朝8時までぐらいには行かなあかんけど、もう朝10時です。やばいっすね。眠気には勝てないっすね。なかなかフォトジェニックな雰囲気ですね。オブリガードボアペティーチオブリガード。なんかちょっとホームレスチックな人から逆にもらったんですけどバナナありがたいですね。おやつのピーナッツ忘れたんでなんか多分腹減るなと思ってさっきホームレスのおっちゃん勝手にホームレス言うてますけれどもがなんか食べよったバナナ僕が見したんですよ。うわ食いてーっておっちゃんくれたあざす。ほんとブラジル人親切っすわ親日っすわ。路上にガンガンいろんなものが売ってるタイプの街ですね。すげえめっちゃ旗でかい。治安めっちゃ悪そう。一人だし。はい到着。観光客もよくおるし警察もねこんな感じでね待機してるんでね安心っすわ。それにしてもこういうのって普通ね下から上にね上がっていくのに上に来てしまった。だから誰も人おらんかったんか来る途中。あなるほどな。なんもないしょぼい階段やんと思ってこうやって振り返ったらカラフルでした。ちなみにこの場所セラロン階段っていうんですけど、アーティストのホルヘ・セラロンっていう方が作ったみたいで、全長125メートル段数215段のまあそんなに長くはないけどカラフルでかなり観光地している場所ですね。お分かりでしょうか。めっちゃ人並んでる写真撮影のために。まあね下からの景色はどんな感じかっていうとまあこんな感じですね。超絶観光地っすわ。これね何も知らずにこの場所に来たらただのカラフルな場所やなって感じで終わるけど、これ世界中から集められたタイルなんですよ。それを知ってたらすげえなーってまあ感覚変わりますよね。感じ方って感じで次行きます。おーなんかトロッコみたいなのが上走ってるって感じでカテドラルリオデジャネイロ大聖堂到着。何かいつもと違う雰囲気。もう人糞の量がえぐいんよ。モンゴルの草原とか行ったら牛とか馬の糞結構落ちてるんですけど、この辺りは人糞がたくさん落ちてるわ。
一時期流行った角がたくさんある消しゴムみたいですね、ピンク色のやつ。ちなみにリオデジャネイロ大聖堂、パッと見ね、なんかエジプトのねピラミッドみたいな感じの雰囲気なんですけど、これね一応モデルはマヤ文明のピラミッドがモデルになってるみたいだから似てるんかって感じですよね。内部の直径 100m でスタンドグルス、はい、ホームレスのおばちゃんに見事に邪魔されたわお前はポルトガル語喋れるんか、わしを撮影するな、この辺は危ないから気をつけろ、ようこそブラジルへ、お前はどこ出身な、ハンサムハンサムみたいな感じで、この T シャツ通気性良すぎるやろ。ポケットティッシュもらう感覚でパッてもらったらお尻美術館の案内だった。リオデジャネイロ大聖堂から歩いて7分ぐらい、リオデジャネイロの私立劇場、せっかくなんで入ってみましょう。夕方4時から20レアルでなんか劇場が多分見えるっぽいです。この劇場の特徴、上の方がかっこいいですね。正面こっちでした。それにしてもブラジルの劇場かっこいいな。で向かって左が政府の建物で、こっちもこっちでおしゃれ、バザールもちょいちょいやって雰囲気いいっすね。あの服長すぎ、確実にアンミカサイズなんよ。まさかのここでオベリスク、ブラジル版オベリスク、オベリスクどこにでもあるな。海沿いにやってきました。結構ね、リオデジャネイロの海沿いは湾になっています。湾大好きなんで調べたんですけど、目の前に見える湾は世界三大美港の一つでかなりでかくて、湾の中に130以上の島々が浮かんでるみたいです。ちなみに世界三大美港のもう2つはオーストラリアのシドニー湾とココホレ湾です。まあ景色は普通ですね。もうちょっと向こう行ったら景色綺麗かもしれんけど、明日以降ねかなりたくさんのね綺麗な景色見るんで、この辺にしときます。で向こうに見える山もちょっとね行きたいと思ってて、あれはポンジェアスーカル言うんですよ。直訳したらシャトーパン。入場無料のムセオでアルテモデルナリオデジャネイロ現代美術館入ってみましょう。一瞬トリプル A に見えましたね。ハリケーンリリーボストンマリーですね。さあ入場無料のこの美術館は現代的な何かを感じさせてくれるのか。全く何一つ響かん。わかるかなこの雰囲気。何を見てるかがまずわからん。ピタゴラスイッチ。やばい、現代美術館何一つ理解できんかった。来る価値皆無中の皆無っすわ。もしかしたら自分の芸術が現代の芸術に追いついてないんかもしれません。セントロの近くはやっぱり綺麗な建物多いですね。それにしても綺麗なね建物にね気を取られてたらね人糞爆弾踏んでしまうんでね、気をつけなあかん。バルキング怪獣、おー綺麗すぎる。ノッサセニョーラドカルモダアンチガ聖教会、おー言えた。リオデジャネイロで一番名前を覚えにくい教会として有名。ちなみに内部はタイやラオスでよくあるお寺、白とゴールドの色合い、そんな感じの雰囲気でした。アートやイベントを楽しむことができるセントロクルトゥラルド、なんだったっけ、バンコブラジルみたいな銀行かな、バンコブラジルなんでっていう場所に来てますね。ちらほら可愛いお姉ちゃんがおったり。やばい、あの女の子何回写真やり直すん。助かった。レイス行きやってよかった。唯一ほんまよかった点やな。喉が結構ね鳥取砂丘だったんで。お次はノッサセニャオラドカンデラリア教会。横にね噴水があるんでかなり涼しいですね。ちなみにノッサってつく教会が2つ続いたんですけど、ノッサは前回動画でもお伝えしたようにポルトガル語でワオって意味ですね。ノッサみたいな。やばい不老者多い。不老者のドミトリールームみたいになってる。さっき人糞だけじゃなくて結婚の跡とかもあった。はい、この場所は夜一人で通ったら絶対にやられる通りである。
仕組みよくわからんけど、ちょっとねアイス食べたい気分やし入ってみようか。まあわからんけどいろんな種類選んでみたよ。なんかサオールブラジル欲しいって言って、これ何でも自由にトッピングできるんで、ソースとかいろいろねかけちゃいがちで、いろんなアイス選びがちなんですけど、何でもかんでもね合わさって個々のなんか味がね生きないというか、全てが合体されたような感じの味ですわ。それぞれのアイス自体のクオリティはなんか日本の方が美味しいんじゃないかなぐらいの感覚っすね。注目のアサイーの味なんですけど、ブルーベリーソースの味がしますわ。これは強烈爽やかなレモンの味がしますね。まあ金額は本当に分かりやすく重量計算なんで分かりやすいし、いろんなもんね味をね知ることができるんでいいんじゃないでしょうか。なかなか素晴らしい外観。ネーミングセンスはラテンアメリカでトップ3に入るほど素晴らしいと呼ばれている、みんなおなじみ明日の美術館。しかし今日はミエルコレスセラードってね書いてたんでね、今日はね空いてないみたいなんで来週のね火曜日に来たいと思います。一応ね明日の美術館の入り口付近から端っこまで歩いてるんですけど、まあまあな距離なんですよね。目の前に見えるプライベートアイランドみたいなものは軍事基地として利用されているとのこと。足湯しながら釣りを楽しめる場所でもある。ブラジルにも女性専用車両があるみたい。そして明日の美術館のすぐ近くにはリオ美術館っていうのもあります。リオ美術館ちょっとね入ってみたいんですけど、エントラーダ料金20レアルかかるんですよ。ちなみに火曜日が入場無料なんですよね。なんで火曜日に来たいと思います。バイビー。ちなみにここに書かれてるセルフサービス22なんですけど、あ、エルソトジャパンをありがとう。ありがとうありがとう。これねブッフェあ、ブラジルあ、ポズファラFala português? Fala português e japonês. Boa mulher. Musume. Mulher. Musume. Arigatou. Arigatou. Obrigado. Obrigado, sim. Obrigado. Obrigada. Fala japonês. Não. リオデジャネイロほんまに落書き多いって。ちなみにブラジルには市場もあるよ。とにかくブラジルの国旗をつけておしゃれを演出してるな、ブラジルの観光地は。まあお土産買うんだったら確実にここでいいな。何でも揃ってる気がする。こんだけいろんなものが揃ってるけど、バレーボールの服全くない。マジでサッカーかバスケットボール。この行列はなんだ教会にそんな人並ぶ？ここ教会ちゃうわ。これ自分が行きたかったとこや。マークしてる、図書館なんですよ。こう、内装が綺麗で有名な図書館なんですよね。なんでね、まあ並びたくはないですよね。こんだけいいと充電もないしお腹も減ったし。とのことで現在昼の2時52分。意外にも並んだの8分だけ。意外すぎる。早かったな。ジョーグラティスでハリーポッターの世界へようこそ。ちなみにここは公立図書館なんですけど、確実にギャルたちのインスタグラムの材料にされています。所要時間5分ですね。金色のガッシュベル探しに来たけどなさそうなので退散します。なんかめっちゃうまそうだったんで、6ブラジルレアルなんで安いしちょっと買ってみた。美味しいね。ハンバーグとハムとチーズが入ってるような感じ。まあハンバーガーみたいな味ですわ。で外はカリカリ。うまかった。ロッテリアのハンバーガーに薄いチーズ入れて薄いハム入れて挟んでるパンをカリッカリに焼いた感じ。なんか踏んだらと思ったらイモムシちゃんだったわ。ごめんねかわいそう。さすがにこのうるさい場所では寝ることできんやろ。めっ
寝てますけれども、はい、こちらが有名なブラジルでね有名なね画家がね描いた民族の壁画です。ただ残念なことに木が邪魔っていうね、結構長くね書かれてるんですけど、残念、タイミャンマーあたりのね首長族隠れちゃってるよ。まあもうちょっと見てみましょう。アイヌ系、縄文人、日本人の顔もあります。まあいい感じのねアクセサリー売ってたんでちゃっかり購入しちゃいました。この真ん中にあるちょっと直方体のやつ、これアサイーらしいです。ちょっとブラジルっぽいなと思って購入した。正規の値段がわからん。120からなんか30まで一気に下がったってことでイヤホン購入。マジでめっちゃ下がったんやけど、すぐ壊れるんだろうな。試してみます。作されてあるんですけど、リオデジャネイロの、ね、名物といえばサンバですよね。リオのカーニバル、ここがメイン会場になります。知らんけどあっち側にも続いてるよ。ちなみに一応ね宿紹介しときますわ。宿こんな感じの建物です。めっちゃボロっち、こんな感じの雰囲気。そして鍵閉まってるので入らないんで、毎回これを押さないといけません。天井なしの憩いの場、掃除はされてなさそうな感じだ。幅が狭い、幅が狭い、幅が狭い。まあこんな感じの暗い雰囲気ですね。これがトイレです。そしてこっちにキッチンあるんですけど、もうね一人が使ったら他の人は使えないような感じのスペース。お水は飲むことができます。こっちも一応憩いの場。夕方6時半。怖っ。さあ今から晩ご飯を食べに行くよ。宿の人から教えてもらった場所なんですけど、あかんやん。まあこんな感じの明るさですね。マジで皆さんにはおすすめしないです。夜のリオデジャネイロは本気で危険なんで。まあでも宿のねおっちゃんがね教えてくれたねお店があるんで、そこねちょっと行きますわ。せっかくなんでみんなにもね紹介しときますわ。落書きも多いし怖いな。やっぱなんか露店とこらしいんやけど、全然人おらんな。ブラブラして戻ってきました。まあ準備完了ですね。ちょっと26リアルでセット食べてみますわ。まあまあいい感じですね。まあ別にうまくもまずくもない普通の肉っすわ。チョリソーもアルゼンチンで食べたチョリソーと同じ味やな。これがファロファ、ブラジル料理です。まあご飯にかけて食べるもんですね。ふりかけみたいな感じ。マジで味の薄いふりかけみたいな、ほのかにニンニクの味がする。ご飯に豆とチーズ混ぜるってなかなか大胆やな。しっかりしてるわ味が。もうチーズ、米の味とかじゃなくてもうチーズの味。ご飯に混入してるチーズも1センチ角の立方体なんで、なんかねトランポリンみたいにポヨンポヨンって。そんでもって夜のリオデジャネイロを歩いてますけれども、夜デジャネイロ歩いてるよ。危ないよ、怖いよ。まあ結構旅してるけど、またなんか新しくね初めて食べるような料理に出会った時はやっぱり気持ちウキウキしますね。楽しいですね。皆さんはね小さい頃に好きな人の写真とか好きな芸能人の写真とかを枕の下に入れて寝たりしましたか？枕の下に置いて寝たらその人の夢を見ることができるとか、そういう話ありましたよね。自分の妹もねヤマピーの写真とか小池徹平のね写真とかを枕の下にね入れてね寝てましたわ。知らんけど適当。まあそんなこんなでね動画ご視聴ありがとうございました。乾杯。このビール結構美味しいです。水っぽくなくてねちゃんと苦味があってブラジルのビールですよ。なかなかいいですね。で今回の動画なんですけど、
たった1日でこれだけ楽しむことができます。これがセントロ周辺の雰囲気ですね、中心部の。歩数に関してはだいたいこれぐらい。これぐらいのキロメートル数を歩きました。もしね、皆さんがね、ブラジルのリオデジャネイロ行くことがあったりとか、この動画をね、もう一度見てもらったり、他の人にね、おすすめしてもらったりして、情報収集してもらえたらと思います。参考になるかどうかわからんけど、見ないよりかは、見た方がね、絶対ね、参考になるとは思うし、あとチャンネル登録ね、まだされてない方はね、チャンネル登録ね、してもらってね、ちょっと高評価もね、押してもらって、高評価押してもらったら、動画のアルゴリズムっていうのが良くなって、僕のね、動画が他の人にね、おすすめされやすくなったりするんで、ぜひね、高評価してもらえたらと思います。自分もね、ちょっとね、コツコツ頑張ってるんで、動画撮影だけじゃなくてね、旅とか、節約とかもそうなんですけど、コツコツと頑張って、なるべくね、動画もね、続けていきたいとね、思ってますし、なんで、お金のためにもね、節約、常にね、頑張ってて、ヒッチハイクとか、あまり宿を使わずに野宿したりとか、そういうのを頑張ってます。今回の動画はセントロ中心部だけの動画だったんですけど、リオデジャネイロ他にも見どころね、たくさんあるんで、ビーチがあったり、丘の上から絶景を見ることができたりとか、まだまだいいところあるんで、それは別の動画、次のね、動画でね、ちょっとね、紹介したいと思いますんで、ぜひね、次の動画もね、見てもらえたらと思います。マジで。次の動画の方が絶対に面白い。リオデジャネイロはね、絶景を見る場所なんで、そんな感じです。一応これね、自分のね、ベッドなんですけど、ちょっとね、南京虫がおるかどうかとか、チェックしといた方がいいっすね。ちなみに、こういう下とかに、僕ね、荷物というか道具ね、隠したりします。自分の貴重品とか。特に、異常なし。この枕の下とかもね、なんか隠したりするんですよ、たまに。あ、見つかった。超ローカルブッフェに行ってみた。こんだけ食べて15レアルでした。次回ともそうやチャンネル。リオデジャネイロの見どころがありすぎるということで、次回はセントロ中心部以外の様子を見せるよ。ちょっと危険チックやけど大自然が最高すぎるトモソーヤのリオデジャネイロ旅。トモデジャネイロ旅はまだまだ続く。